ずーっと同じのをやってたら、その効かないダニがね、やっぱだんだん効かずにね、増えていってしまうんで、台風シーズン、長い雨の考えられる時期の前に菌の予防をやっておいた方が効果的です。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね、秋に、ね、なってくるにつれ害虫とか菌がね活発になってくるんで、それの予防策をご紹介しようかなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。動画のね説明欄からアドレスだけで登録したら定期的に、メールマガジン届きます。内容はYouTube で言ったような内容を丁寧にね文字に起こして、作っているというような感じです。はい、ぜひよかったら登録してみてください。はい、本題に戻ります。真夏ね、もう最近すごく暑くて気温が35度とか超えてたら、なかなか虫とかもね活発にならないんですね。結構もう虫も暑さにやられるというか、何年か前まではね結構夏がその35度連発とかもなかったんで、夏の間も害虫とかね、気にして薬剤散布結構あったんですけど、最近だともう夏の間薬剤散布あんまりなくてもいけるんじゃないかなっていう感じになってきましたね。だから涼しい地域にお住まいの方は、相変わらず夏もね薬剤害虫に対しての薬剤散布ですね、それが結構必要になるかなと思います。盆栽育てる上でね、本当害虫、ダニとかカイガラムシとかアブラムシとかで、あと菌ですね、害になる菌あるんですね。結構枯らされます。本当にうちも一番攻撃力の高いのは過去では菌が一番強かったかなって、次いでカイガラムシかなみたいな感じあるんですけど、それでも弱い子でもね見た目が悪くなったりとかね、本当に弱い虫でもねちょっとずつ害をなされてね、かなり良くない状態にはなるんで放っておくと、だからその辺を、解決するために薬剤今日ご紹介していこうかなと思います。あと最初に言った方がいいかな、その樹木類に登録されてるかされてないかってあるんですよ。どんな薬剤でも。これ農薬ですね。で基本は樹木類、基本絶対かな、樹木類に登録されている薬剤をやってください。わからないとなったら本当にね登録されてないのとかってねそう簡単にどこでも売ってないと思うんですけど、JA さんとかね薬剤売ってるとこで聞いてもらったらこれはいいですよダメですよとか多分教えてくれると思うんで、その辺は気をつけて、はい、あと薬害っていうのもあるんでそれも気をつけてください。では早速ねどっから行こうかな。じゃあまず黒松によくつくハダニからこれハダニ、そうですね、ハダニが黒松についたらまずは葉が黄色っぽくなります。で少しまだらな感じの黄色でね、水のやりすぎとかそういう黄色でもなさそうな感じの、ちょっとねやっぱ虫が何かが、エキスを吸ったような感じの、まだらな黄色、で発生する前に予防できたらもうそのつかない状態を保てれるんですけど、もしついてしまったらついてしまったなりのね殺ダニ剤をやってください。これね殺ダニ剤ですけどね、カネマイトとかスターマイトとか書いてますけど、ダニの薬はもうかなりいっぱいあります。でそれも理由がありまして、ダニの薬はね同じのばっかりやってたらこの同じこの薬に耐性を持ったダニがね生まれてくるんですね。多分突然変異みたいなとかそんなも相まって、でずっと同じのをやってたらその効かないダニがねやっぱだんだん効かずにね増えていってしまうんで、やっぱ今回これやったら次はこれ、またこれやったらまた違う薬みたいにね何種類かで毎回変えてあげる薬をだったら耐性の持ったダニが生まれにくいと、
全く成分がね違うようなダニ剤だったらなおいいと思いますね。それもなかなか難しいんで、どうにか調べてね買っていただきたいなというところなんですけど、はい、こういうダニ剤をやるときは用法用量を守るのはまず第一として毎回変えてやると、はい、そんな感じでやってみてください。これがダニですね。はい、じゃ次いきます。これ貝殻虫とかねアブラムシっていうのも、あと毛虫とかもあるかな。はい、これもどう説明しようかな。これ貝殻虫アブラムシ系に効くのがこれトランスフォームとか、これだけに限らないんですけど、そういう薬をやってくださいと。でこれもついでに言っちゃおう。これスミチオンっていうんですけど、オーソドックスなこれは殺虫剤ですね。広い広範囲の虫に効く。ダニは効かないですね。貝殻虫も効かない。でも毛虫とかよくある虫に効くとかね。だからみんなねそれぞれ得意分野が違うんでね、こちらが大体ね虫系統の、はい、あとこういう時にね薬剤やる前にとか薬剤散布にはね単にこれだけでも効かないことはないんですけど、転着剤っていうのをね混ぜてもらったらなお効果が高まります。転着剤っていうのはこう広くね葉っぱに薬剤広くコーティングしてくれるというかで、あとしっかりひっつけてくれる感じ、その薬剤をね。でそういう効果もあるのがこういう転着剤ですね。はい、ちなみにですけど、はい、水にこの辺り全部混ぜるんですけど、水を入れて混ぜる順番の話なんですけど、水入れて次が転着剤、順番的に水入れて転着剤入れて、その次にこれね乳剤とか水和剤とかあるんですけど、転着剤になったら乳剤全部混ぜるとしたらね、でその次にこれ水和剤ね、多分ね、水和剤水転着剤乳剤水和剤の順番で混ぜてください。混ぜても大丈夫な薬はの話でお願いします。これ難しいんですよね、薬の話。よく言われる、僕がそうだったのはテニスの順番、全部の頭文字取って転着剤の手と乳剤の2と水和剤の数でね、テニスの順番みたいな。これちょっと海外の人にはなかなか説明しにくいこと今言っててごめんなさいなんですけど、そういう順番でね、はい、転着剤はすごく大事ですよという、はい、これ今虫系統の話と、混ぜる順番とかね、転着剤が大事っていう話しました。次はね菌のお話をしていきます。菌はですね水に伝わって木に感染するんですね。地面に、雨なり水やりの水が落ちて、それが泥と一緒に跳ねられて、木にね菌が感染するとか、他いろんな、感染の仕方はあると思うんですけど、そういうふうに水が原因で感染することが多いので、梅雨の前とかね、台風シーズン、長い雨の考えられる時期の前に菌の予防をやっておいた方が効果的です。で菌の薬もその菌に感染しないようにするための薬と、あと感染した後に治療する効果がある薬が、大きく2種類あります。なんでそれはもう、逆転しちゃうとねあんまり効果がないことになるんで、菌にかかっても感染してもないのに治療効果のあるんやってもダメだし、もうすでに感染してるのに菌を寄せつけなくするための薬をやってもしょうがないので、そこは順番守っていただいて、まずその長い雨がね予想される前とかにはその菌を予防するこういう気のん動っていうね、水和銅剤かな、こういうのをやって菌が木に
ね移りそうになってもガードしてくれるような薬を先にやっておくと、はい、もしその後にその後にというか菌がどうしてもね感染してしまったらもう治療効果のある殺菌剤の方に変えて、こういうトップ腎水和剤とかあるんですけど、こういう薬でその感染してしまったらこういう薬で治していくと。でこれもね早期発見早期治療がもうすごく大事です。もう結構しっかり感染してからでは、効果がねなかなか出てもね、本当症状が出だしたらね菌とかって本当枝がしっかり枯れてしまうんで、本当よく見てねその長い雨のシーズンの最中とかあと直後とかねよくチェックしていただきたいなと思います。はい。菌のお話はこれで、これのにしてもこういうね転着剤は使いましょう。はい。転着剤ね。何においても転着剤は結構使った方がいい場合が多いですね。これがいらない薬もあるんですけど、あったらいいですよと。はい。大体その今虫とか菌とかね話させていただきましたが、真夏の最近のすごい暑さの中ではこういう生き物たちもちょっと弱ってるんで夏はね過ごしにくいですけどその点では安心なのかなと。ただ涼しくなってき始めた頃35度最高気温ねいかないちょっと涼しくなってきた頃にはだんだんね出てきますんでそれに合わせて予防がまず大事ですね。予防して発生してしまったら発生したなりの薬剤散布をしっかりしていただけたらいいかなと思います。はい、くれぐれも樹木類に登録の中でさらにこの説明書きがどの薬にも絶対載ってますんでその倍率を見ながらその倍率もね分からなかったらネットで調べるとか売り場の人に聞くとか、だいたいその野菜系の表示がね結構多いんですけど盆栽なんで樹木なんでこの書いてる欄の中でもなるべく樹木に近いようなあたりの松とか内松の話してるんで松に近そうなあたり、みかんとかも結構お茶とかね、樹木類に近いあたりの倍率を参考にしてみてください。はい。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。